こんにちは。ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美です。今日は2023年秋の新色ワインケーブシリーズを使ったアートをご紹介したいと思います。簡単なチェック柄なんですけれども、前回こちらのアートでも使用したマーメイドダストを使うことによって奥行きとチェックのファブリックっぽい質感を出していきたいと思います。使用アイテムの特徴を生かして作っていきますので、とても簡単なアートです。ぜひ最後までご覧ください。今日はチップにアートをしていきますので、ベースジェルの塗布や説明は割愛させていただきます。まずは土台のベースを作っていきたいので、ココイストマーカーズラインノンワイプカラージェルのシックホワイトを用意します。次にココイストのマーメイドダストを用意します。何でもいいのでパレットを用意してシックホワイトとマーメイドダストをのせます。のせたら混ぜていきます。マーメイドダストとカラージェルを混ぜることによってちょっとこう漆喰のようなテラコッタジェルとかって言われてる種類のようなものを作ることができます。マーメイドダストの分量が多すぎるとジェルが固まらないなどの甲殻量を起こす場合がありますので、量にはご注意ください。先ほど混ぜて作ったジェルをベースに塗布します。ちょっと独特の質感ですのでスーッと塗っていくことはできないんですけれども、ちょっと小刻みに筆を動かしながらですね、全体にまんべんなく塗布をしていってください。塗布ができたら最後もう一度表面を触ってジェルがレベリングしてしまう前にライトで硬化します。レベリングしてしまうと、なんかこうせっかくできた凹凸がなくなってしまいますので、わざと凹凸を出したいのでジェルのセルフレベリングを待たずにライトで硬化します。次に新色のシリーズから G の 310S を用意します。 G は雑貨のシリーズということで、E のシリーズは化粧品登録されてるんですけれども、この G のシリーズは化粧品登録されていないシリーズということになります。ブラシはミニラウンドブラシを用意します。ちょっとね、毛先の小さい、筆幅の小さい先端が丸くなっているブラシです。こちらを少量筆先に取って、まずは縦のライン引いていきます。先にしっかりとラインを決めて、ラインが決まったら色味を調節していきます。このシリーズはですね、大粒のラメが入っていますので、ラメがまんべんなくラインの上に乗るように筆で調整をしていきます。カラーはちょっと薄めの方が、先ほどの白の凸凹が分かりやすくなりますので、あまり濃くならないようにですね塗布します。縦のラインが引けたらライトで硬化します。はい、仮硬化で大丈夫ですので、硬化が終わったらですね、この横のライン引いていきます。これもちょうどね、筆の幅ぐらいでいいので、この小さい筆の幅を利用してラインを引いていきます。ぐっと押さえつけすぎてしまうと、線太くなるので、一定の力加減でラインは引いていきます。
ちょっと細いなと思ったら場所をずらして同じように横にライン入れていきます。下がね凸凹ですのでちょっと色ムラあるぐらいが可愛いですので、あんまりねその色の均一とか気にせずに、気にしたいのはラメが入ってるか入ってないかですね。ちょっと入ってなかったりとかするともったいないですので、せっかくねこのラメが可愛いシリーズなのでラメがまんべんなく入るように、おっとっとっと、ラメがまんべんなく入るようにラインを引いていきます。はい、横のラインが引けたらまたライトで硬化します。次に同じマインケーブシリーズから G の312を用意します。これもね G のシリーズですので雑貨扱いのジェルです。はい、じゃあ、G の312で同じようにラインを入れていきます。ちょっと表面でボコしてるのでまっすぐ引きにくいんですけれども、筆の形を利用してライン引いていきます。さっきの310番はゴールドのラメだけなんですけど、こっちのね312番はゴールドとあとね黒いラメなんかフレークみたいなのも入っているので、これがまたね可愛いんですよね。はい、今度はちょっと太めのラインを引きました。ラインが引けたらライトで硬化します。仮硬化ができたらまたですね、今度は横のライン引いていきます。ちょっとこのねブルーの方が線太くしたいのではけ圧かける感じで太い線を引いていきます。ちょっと透けてるぐらいが可愛いのでがっつりはけ圧かけちゃって、ジェルが薄くなるように塗ってしまって大丈夫ですので、はけ圧かけてライン入れていきます。おっと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 、今日はカメラのセッティングがえらい上だな。ちょっと失敗しましたね。でも可愛いですよね。はい、2本目のラインを引くことができたらライトで硬化します。はい、仮硬化ができました。なんかもうこれだけでチェックっぽくなっていますので、細いラインこの後入れていくんですけど、苦手な方はここで終わってもらっても十分可愛いかなと思います。はい、じゃあ、次にですね、マーカーズラインノンワイプカラージェルのシックブロンズを用意します。こちらでラインを入れていきます。使用するライナーは、新しく発売されたロンガースキニーライナーという毛先がとっても長い筆を使っていきます。毛先全体にですね、まんべんなくジェルを入れたら長い毛先を利用してこのままライン入れていきます。ちょっと寝かすようにしてライン入れてあげると筆がもうまっすぐなのでまっすぐのライン引くことができます。調整は筆先でよいしょ、同じように横のラインを引いていきます。ちょっと筆を寝かせるようにですね、筆のこのなんか長いのを利用してまんまラインを入れていく感じですね。ラインを入れたらライトで硬化します。次に、先ほども使ったんですけれどもマーカーズラインノンワイプカラージェルのシックホワイト、こちらを用意します。同じようにロンガースキニーライナーでラインを引いていきます。ジェルがダマにならないように筆の中に、カラージェル入れ込んでライン入れていってあげると、一定の太さのラインを引くことができます。今度はちょっと、重なるところにラインを入れていきます。ちょっと仮硬化をしたらこの縦のラインですね、入れていきます。
ラインを引くことができたらライトで硬化します。最後もう1本ライン入れます。ライン引くときなんか息止まります。はい、ラインを引くことができたらライトで硬化します。最後はこちら、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルを用意します。ベルベットマットノンワイプトップコートジェルを全体に塗布します。この時あまりたっぷり塗ってしまうと表面の凸凹がなくなってしまいますので、ちょっと薄めに塗布していきます。ちょっとね、はけ圧かけながらですね、薄く塗布ができたらライトで硬化します。はい、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルはノンワイプですので、ライトから出すとこんな感じでマットになっていますので、こちらで完成です。このね、新色がちょっとラメ入ってる感じがめちゃくちゃ可愛いですよね。なのでこのチェックのなんかこう雰囲気を出すのに何かこうテクニックがいるっていうのではなくって、このマインケーブシリーズですね、使っていただくと簡単に可愛いチェックの模様を作ることができます。このシリーズのどの色で作ってもとても可愛いデザインですので、ぜひいろんな色で試してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひココイストチャンネルのチャンネル登録、そしていいねボタンのクリックをよろしくお願いします。ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。